こんにちは、まちろです。クラリススプリングツアー2024ティンクトゥーラ6月1日の東京ドームシティホール、夜公演に行ってきたので、今回のツアーに参加したかったけど都合により行けなかったっていう方に向けて、その時の様子をレポというか、ちょっとお話ししたいと思います。ちなみにですね、今回のライブで、私はクラリスのライブ2回目なので、あんまりクラリスのライブのことはよく分かっていないかもしれないんで、よくクラリスのライブに行かれるマニアの方ご了承ください。で、私が初めて行ったのはですね、2022年の LINE キューブ渋谷、クラリスが素顔で初のライブっていうことだったんですけど、それに比べるとかなりライブの様子は変わってました。で、まず物販なんですけど、6月1日のライブは昼公演が、12時会場13時開演、夜公演が17時会場18時開演というスケジュールで、この日の物販は朝の9時からスタートだったんですね。で X を見てると、もう朝から並んで〇〇が買えたとか、トレカをたくさん買ったけどダブってるのがあるからトレカ交換希望とか、そういったポストでにぎわっていて、で早い段階で、トレカと会場限定の T シャツとかはソールドアウトになってました。で私が初めて行った前回のクラリスのライブではですね、会場の時刻に行けばいいかなと思って、開演の1時間前に行ったら、もう物販に長蛇の列ができてて、だからこれに並んでたらもうライブが間に合わないっていう状況だったから、その時はねグッズを何も買えなかったんですね。だから今回はそういった経緯を踏まえて、今回は朝からは並ばないにしろ、会場の3時間前に、会場に行ってみました。そしたら全く並んでなくて、物販ブースはガラガラで、だから今回はグッズをじっくり手に取ってみて、どれを買おうかなって悩んで、買えました。で今のクラリスのトレカって、クララとカレンが素顔でねこう写真で載ってるやつが売ってるから、ワンセットぐらいは買ってもいいかなぐらいの気持ちでいたんですけど、さっき言った通りトレカっていうのは超人気で早々に売り切れちゃってたから、だからトレカってそんな安易な気持ちで買える品物じゃなくてね、だからすごいなと思って。で会場の様子なんですけど、会場時間の17時頃になるとずらーっとこう列ができてて、でも何の混乱もなくスムースに入場できました。でその並んでる人たちを見ていると、やたらおっさんが目につきます。自分もね昭和生まれのおっさんなんですけど、そうですね6対4ぐらいでおっさんが多いっていう、そんな感じでしたかね。クラリスに限ったことじゃないんですけど、今のアイドルファンっておっさん多いですよね。だから私みたいなおっさんでも、こういったライブに行きやすくて助かってます。はい。で会場に入るとですね、まず入り口付近に、クラリスに向けた寄せ書きがですねドーンと大きいのが2枚、飾ってありました。で入場すると、紙のチケットをもらいました。最近のコンサートは電子チケットでね、簡単に購入できるんですけど、味気ないですよね。だからこういう紙のチケットをもらうと、すごく記念になって嬉しいっていうかね。でさらに奥に進むと、今回のツアーをイメージしたようなセットっていうんですかね、そういうのが、展示してありました。であとドリンク交換所の、真ん前にですね、この東京ドームシティホールで、ライブをやったアーティストのサイン入り CD っていうのがずらーっと飾ってあったんですけど、ちょっとね注目しちゃったのがベリーズ工房の CD がいっぱいあってね、私もベリーズ工房大好きだったから、でも東京ドームシティホールで見たことなかったんで、1回ぐらいはね、来ればよかったなとちょっとこれを見て思ったりしました。はい。で今度ステージなんですけど、前回行った時は背後にスクリーンがあったんですね、大きいやつが。でも今回はありませんでした。でステージの中央がちょっと前にせり出していて、であとステージの左右に2段ぐらいの、階段っていうか踏み台みたいのがありました。でステージの後ろには1段高いステージが、もう一つあって、クラリスがね、いろんなパフォーマンスができやすいような、そういう作りになってました。でステージに向かって、中央にドラム、その右隣にキーボードで、さらに右に目を向けるとマーシャルのアンプがあったから、ギターはここなんだな、じゃあベースは一番左なんだなとかね、想像しながら待ってました。で客席を見渡すともうほぼ満席ですね。
で場内には BGM がね軽く流れてるんですけど、ライブ開始時刻が近づくにつれて場内のボルテージは高まっていきました。で帝国でライブがスタート、一発目はリ・ユニオンでした。それから独り言アンダンテっていうシングル曲が続いて、最新アルバムイーリスからラブイズミステリー、最新シングルアンダンテから擬態、そんな感じでこのライブの魅力っていうのはですね、シングルの PV 以外のアルバム曲を振り付けで見れるっていうことだと思うんです。擬態の最後の方がねチャカチャカチャ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 とこうテンポが速くなっていきますよね。そこはどんな動きをするのかなってね思ってたんですけど、こんな動きをするのかとかね、そういう一曲一曲ね、感動して見てました。で前回のライブ行った時もマスカレードをやったんですけど、それはね PV に合わせたんだと思うんですけど、仮面をつけてのパフォーマンスだったんですね。でも今回は、素顔でやって、ライティングがね真っ赤なのがこうクララを照らしたりして、それがねより一層このマスカレードの世界観を高めてました。そして目新しかったのがソロ曲をやったことで、クララはカラフル、カレンはアネモネを歌いました。で今回いろんなね新たな試みがあったようなんですが、このソロで歌うっていうのもその演出の一つで、初めてね私ソロを見たんですけど、いつもそばにいるこのパートナーがねいない様子を見て一瞬なんか寂しいとか思ったんですけど、でもソロだとそれぞれの持ち味がねこう最大限にこう生かされてるっていうか、そんな感じでね2人とも最高のソロのパフォーマンスを見せてくれてました。でロック調のアライブ、これはねカレンのハイキックっていうか足を高く上げるやつね、これを待ってて足上がったと思ってまたそれに感動しちゃったりして、で未来航路、これはクラリスの2人が X でね、ライブ当日こんな風にちょっと振り付けしてみんなでやりましょうっていうのがやってたから、皆さんそれを見てね覚えてきたと思うんですが、一緒に、振り付けをして盛り上がりました。で個人的に一番感動したのはですね、最新アルバムイーリスの曲を続けてやったところがあって、ワンダーナイト、朝顔、一期一会、前の動画で初めてイーリスを聞いてワンダーナイトと朝顔がすごく気に入りましたって言ったんですけど、その好きな曲がね続いて、もうここはね感動もひとしおで、特に朝顔がね圧巻でした。カレンがね一段上がったそのステージの方に行って、もう歌に関してはほぼクララがソロっていう感じで、クララは歌唱しながらその表面上の気持ちっていうんですかね、それを表現してるのに対して、その後ろでカレンがクララの内面っていうか本心っていうかね、それをダンスで表現してるっていうか、この朝顔っていう曲は、切ない曲調だけにこの演出と相まってもう涙うるうるっていうかね、そういう感じでした。でこの演出はですね、広島大阪と今回の、東京ドームシティホールのセットが違っていて、でこの東京ドームシティホールのセットを見て、急遽カレンが考えたらしいです。本編ラストのフォリラではパンという音とともに、ステージの左右からキラキラっとしたテープが、会場に舞い散りました。でサビのやっぱり好きのところで観客にマイクを向けて、でお客さんは好き俺もなんていうね、レスポンスをして、会場全体が盛り上がりました。でそれからアンコールに入るわけなんですが、アンコールで歌ったのは3曲なんですね。でも時間にして、約40分、歌の他にグッズの紹介とか、あと今後ねブラジル、ドイツで、フェスに参加することになりましたっていう報告があったりで、会場使用時間ギリギリなのかな、それぐらいまで、観客の皆さんを楽しませてくれました。個人的にはその他グラジエーションとかバイバイバタフライとか、好きな曲が聴けて、今回のセットリストはですね神でした。はい。で私が前回行ったライブと、大きく違っているところが3つあったんですけど、まず1つ目が声出し OK だったってことと、あと2つ目がバンド形態だったこと、3つ目がクラリスダンサーズがいたこと。前回行った時はね、コロナのあれで、感染防止対策が取られているせいでみんなマスクしてたし、声も出せなかったんですが、やっぱりファンの方々の歓声があるのとないとではライブの雰囲気が全然違いました。でクラリス2人もねその歓声に応えるかのように、さらにパフォーマンスが情熱的になって、もう会場はクラリスと観客の魂のぶつかり合いっていうかね、
こう魂が湧き上がるような感じでものすごいことになってて、このライブ会場にいてもう楽しい、俺は生きてるぞみたいなね、そういった充実感と満足感が半端なかったです。でこの最新アルバムのタイトルイーリスは虹、ツアータイトルのティンクトゥーラは染める、そういう意味があるっていうことで、今回のツアーはいろんな色で染め上げたいっていうクラリスの、趣旨のもと、ファンがペンライトの色を一斉にこう変えていくんですね。でその光景も、幻想的で夢の世界にいるようでした。で前回行ったライブはバックにスクリーンがあって、そこにはカレンが考案した七夕の物語がナレーションとともに流れて、でその前後に、歌があるっていう構成だったんですね。こういうステージ構成っていうのはクラリスのライブでしか味わえない、演出だから、それはそれで良かったんですけど、楽曲のパフォーマンスで盛り上がったこのボルテージっていうのがですね、そこでちょっと下がる感じがあったんです。でも今回はバックに生バンドがいて、よりライブ感を感じるとともに、前回のような、そういった演出がない分ずっと曲つなぎで進んでいくから、見てる側もテンションを保ったままいられたから、これぞライブっていう感じを強く感じました。で衣装チェンジをする時は、逆にバックにスクリーンがあってね、そこでなんか、演出があってその間にねこう着替えるっていう、その方がやりやすいと思うんですが、今回そういうスクリーンがなかったからクララが着替えてる間はカレンが MC をして、そんな感じで工夫をしながら、うまくやられてました。今回のねバンド形式だとテンションがね途切れなくてすっごくいいなとも思ったんですけど、でも前回みたいなクラリス独特のね世界観も恋しくなったりで、そんなわがままな気分にもなったりしてしまったんですが、今後もねいろんな発想のもとに、ファンを楽しませてくれるといいなって思いました。はい、であとバックダンサーの4人の存在ですね。クラリスダンサーズとクラリスの2人は紹介されてましたが、やっぱりバックダンサーがいるとステージがすごく華やかに見えるし、あとソロ曲をやった時も、バックにねダンサーがいて、またクララ、カレンが2人でやる時と、違うステージングがこうできて表現力の幅が一層広がって見えたから、今後もこういった演出は適宜あった方がいいんじゃないのかなと思いました。はい、で今回のライブを見て、クララとカレンこのお二人のスキルっていうのは、確実に上がってると感じました。前回のライブを見に行った時はクララはしなやか、カレンはパワフル、そんなイメージを持ったんですけど、今回はお互いのいいところを吸収して2人ともパワフルでありながら、しなやかなパフォーマンスを見せてくれました。それとセットリストをですね、毎回セットリストを見るたびに単にキラキラしたアニメの主題歌を歌うアイドルから、日本を代表するようなアーティストへこう変貌を遂げようとする、そんな意気込みみたいのも感じ取れたし、今後はクララのデザイナー的な才能とかカレンの演出家的な才能をもってすれば、今後何十年もねファンを飽きさせることなくライブは続いていくと思います。はい、でちょっと話は脱線しますけど、最初におっさんが多いって言いましたけど、私もおっさんなんでね、なんでおっさんが多いのかっていうのもね、なんとなくわかるような気もします。普段はスーツを着て営業先で敬語を使ってへいこらへいこらして、体裁的には大人なんですけど気持ちは10代のままから変わらないんですよね。だから気持ち的にはクラリスを見に来てる若い人たちと同じで、おっさんはね若い頃あるアイドルが好きでよくコンサートに行ってたからまた行ってみるかとか、私みたいに好きなアイドルはいたけど子供だったから友達同士でコンサートには行けなかったし、あとお小遣い的にもねなかなかこうコンサートに行くお金を捻出できなかったっていうのもあって、だから今その雪辱を晴らすぞみたいな感じで、今のアイドルのコンサートに行くっていうか、それと特にクラリスの場合は80年代アイドルみたいなキャッチーなメロディー構成と、あと分かりやすい振り付け、ダンスじゃなくてもう振り付けですね。走るっていう歌詞の時には走るポーズをするし、悲しい時には悲しい仕草をするし、辛い苦しいっていう歌詞の時は、頭を抱えたり、あとアンダンテなんかは宇宙戦艦ヤマトの敬礼のポーズみたいな胸のところで、腕を水平にして、こんな振りがね可愛らしかったりで当然見た目歌声も可愛らしくて、だから当時80年代アイドルなんかを好んで聴いてた人なんかには、違和感なくハマれる要素がいっぱいあったりします。で今回私が行ったライブのセットリストはブログに書いておいたので、概要欄にリンクを貼っておくので気になったらご覧になってみてください。
はい、今回は全26曲約2時間半の長丁場で、おっさんにとってはね体力の限界でした。でも今後もクラリスのライブどんな風に進化していくのかすっごく楽しみなので、また行きたいと思ってます。ということでクラリスの東京ドームシティホール 6.1 夜公演のレポでした。バイバイ。